こんにちは。ミッションモード、ストーム編後編です。今回はサンドルーインから。ミッション1はトリックですね。先に言っておきます。これかなり難しいです。まずは、左右どちらでもいいので、広場を抜けて、最初のジャンプ台へ、下入力で高く飛んで、必ず X トリックを出しましょう。そうしないと、点数がほぼ足りません。左上から侵入し、2つ目の流差の終わりぐらいでチャージ、倒れてきた柱で飛びます。ここもシビアで、AA 以上の評価が必要です。角度によっては、そもそもジャンプできずにミスるので注意。その先は、前に入力して飛んで、必ず X トリックを出します。左、右どちらでもいいので、出っ張りから飛んで、A 以上の評価を出します。その先の出っ張りと、足場の終点でジャンプして、AA 以上を2連続で、ダッシュパネルでミスしやすい場合は飛び越えるのもありですね。今回は、見ての通り、ギリギリの達成となりました。トリック関係なく、多分、先にゴールしてれば、そんなことにはならなかった。ミッション2はジョンク集めですね。ソニックを使います。最初はいきなり右側にあるのですが、ダッシュパネルの勢いで通り過ぎやすいので、飛び越えて取りましょう。その先も、右側にジョンクがあるので、そのまま進みます。ジャンプ台の後は、左側にあるグラインドレールに乗ります。乗り換えをしていき、最後まで行けば3つ取ることができます。その後、リングの先、通路中央にあるのを取ります。遺跡に入ったら、左側のグラインドでまた乗り換えなのですが、途中にある青いランプの近くで飛びます。いつもと違う乗り換えなので注意。グラインドが終わったら、飛ぶ必要がないので下へ。通路中央、ダッシュパネルの先に1個、曲がった先の右側に1個。最後は、リングの列の途中にあるのを拾ったら、その先の装置に乗って、スティックをたくさん回します。そうすると、コロシアムの上に着地して、最後の1個を入手できます。苦労の割に、序盤3コースとほぼ同じなので、ここで稼ぎはしなくていいでしょう。ミッション3は、タイムアタックですね。障害物の破壊が書いてあるように、ナックルズでのプレイです。スタート直後真正面に進むと、パワー専用ルートがあります。こちらを通りましょう。専用ルートの出口にジャンプ台があるので、とりあえずブースト連打でいいです。このジャンプの後は、石像が出てますが、特に気にせず、いつもの通りに進みます。無理なく壊せる場合は狙うとエアーが稼げるので悪くはないです。遺跡に入った後は、正面に石像が並んでいるので、これを壊しながら進むといいと思います。ここ、ダッシュパネルに乗りに行ってますが、石像の方がいいです。あとは、エアー警告が出るかもしれませんが、石像を壊しながらブーストしてゴールを目指します。金評価をもらうには、55秒以内ですかね。少なくとも、56秒では銀です。ストームも、意外とお化けが苦手だったり、ナックルズとホラースポット同時に潜ってみてほしい。ミッション4は、エアライドチャレンジです。サンドルーインでは、これまで、かなりシビアなことをやらされてましたが、今回は、癒し枠、前回のが難しかった分慣れたのもあるのかもしれませんが、とても楽になっています。まずは、このジャンプの後右側ですね。リングも大きく、間隔も長いので、特に難しくはありません。遺跡に入った後は、また右側から飛べるようになっています。
今度も同じような感覚ですので簡単です。これでクリアです。こんな簡単なのと思うかもしれませんがそうなんですよ。見ての通り、引っかかったりしても、時間は余裕があるし、タイムアップもなかなかないでしょう。ミッション5は、初のミッションですね。パワータイプで障害物を破壊するのですが、コンボが切れないうちに、7連続での破壊が必須です。ギアは、ハイブースターというブースト性能が高いものに乗ります。1個目を破壊したら、斜め左上にブースト。その後、5個目を壊したら、斜め右にブーストでクリアです。7コンボした時点でのタイムが評価となります。石像は、あちこちで出ますが、最初のところでやらないと、当然金の評価とはなりません。配置されている石像は、当然ながら速く走るためにも利用できます。時間内に一周できるように、有効活用しましょう。時間があるので、ここでちょっと説明しますが、ミッションモードは、今回のストーム編の他に、エキスパートコースのミッションとなる、ウェーブ編、特殊なミッションのジェット編もあります。ウェーブも2回、ジェットは1回で完結する予定です。動画時間としては、1本あたり30分を目安にしていますので、お待ちください。余裕ができれば、公開を早めることも考えていますが、あまり期待しないでください。ミッション1は、トリックですね。最初は、大ジャンプで X トリックを狙います。必須ではないですが、ハーフパイプとかでは点数を稼ぎにくいため、できる限り大ジャンプで稼ぐと楽です。ハーフパイプで飛び上がって、そのまま、レールに回転はしておきましょう。しばらくトリックするポイントがないので、急いで移動しましょう。エアーは補充できるので気にしなくていいです。ここで極端に急ぐ必要はないものの、さすがに遅すぎるとタイムアップになる可能性もあるので注意。この先のカーブは壁がないので、落下に注意。左のレールはトリックポイントを通り過ぎるので乗らないでください。落ちてしまいましたが、先ほど急いだのもあってか、タイムはまだまだ大丈夫です。カーブが終わったら左にハーフパイプです。とりあえず乗っておきましょう。また、左にジャンプ台がありますので、チャージして乗りましょう。進入が斜めすぎると、そのまま落下してポイントがもらえないので注意。最後のジャンプ台ですが、下入力すると滞空時間が伸びるため、ここまでのペース次第ではタイムアップの可能性が、ノルマ点がそこまで高くないので、うまく判断しましょう。ストームが、ついにエミーを天才呼ばわり、ストームが言っても、と思いきや、比較対象がおそらくジェットとかだから相当なんでしょうね。ミッション2はジョンク集め。早速、スタート直後中央にありますが、坂道のため見えないので注意。次のジョンクは、ハーフパイプは乗らずに、左側壁沿いに行きます。次のジョンクは、3分岐の中央から飛んで、エアライドで取ります。その先、右側に、4個目のジョンクがあります。次は、風の道の入り口の少し前、左寄りにあるため、曲がる際に大回りで通り過ぎないように注意。次の足場、真ん中のダッシュパネルに乗ると、1個、カーブの出口付近に1個、左側にダッシュパネルがあるので、それに乗るか、自力で位置を合わせて取ります。その先、左のハーフパイプからエアライドできるので、乗ると続けて2個手に入ります。着地後カーブの右側に1個、その後中央に1個です。最後の1個は、
ジャンプ台で下入力して、上の道の真ん中に行く必要があります。ジャンプは、序盤コースと変わらずですので、ここで稼ぐ必要はないでしょう。ミッション3は、障害物を避けて進みます。主要キャラはソニックとなります。坂道には何も障害物はありませんが、着地後中央には障害物があるため、必ず左か右から降りましょう。カーブの途中には障害物があるため、安全に抜けるためにハーフパイプからグラインドしましょう。この先のカーブ、障害物は全て外側にあるため、右から壁沿いに抜けていけば大丈夫です。ただし、風の道直線の右側は、足場が崩れてなくなるため、徐々に中央寄りに戻します。障害物は、位置を覚えて抜けやすい位置から抜けましょう。道には障害物があるため、左側のレールでグラインドしましょう。レールが終わったら、正面に進むだけで障害物に当たらず抜けられます。その先のカーブですが、かなりいやらしい配置です。できれば、左側の壁沿いに通って抜けます。最後のジャンプは、下入力はしないでください。ストーリーの時に話したと思いますが、上に乗った方が遅いです。確か1分4秒でも銀になった気がします。かなりシビアですので、障害物を覚えて最速で抜けれるように練習しましょう。ミッション4は障害物の破壊ですね。障害物は以前も見かけた柱です。細いので今までと比べて難しいですね。最初は中央から飛び降りてすぐに、その後もカーブの入り口真ん中に、次は右寄りにあるので動画を参考に位置調整しましょう。分かれ道は右側に通路の中、中央に2個ありますのでしっかりと壊しましょう。その先の道も途中曲がりますが、2つとも道の真ん中です。あまり壁沿いに移動しないように。位置調整が難しい場合は、ドリフトを一緒に入れましょう。エアーは減りますが、大きく動くのを防げます。次の足場は、左側の方に1個、カーブの終わりは右側に1個です。最初のを壊したら、右の壁沿いに移動しましょう。その先は、右に2個あるので、左のジャンプ台は使わないように。その先のカーブは、入って、すぐ中央、曲がった後は、中央からちょっと右側にありますので、通り過ぎないように。最後は、上の道の中央にありますので、下入力して飛びましょう。ミッション5は、グラインドチャレンジです。実は、落ちてももう一度乗れる場所も多く、意外と簡単に見えますが、一箇所だけややこしい乗り換えがあることと、制限時間がギリギリになります。移動は、わずかにでも無駄がないように心がけましょう。乗り換えに失敗しても、今のように、ハーフパイプから戻れますが、これも、また時間がかかるので注意。動画化してる時点で、これを使って復帰しても、完走は可能ということですが、おすすめはしません。時間は、なかなか厳しめなものの、レールで移動が固定なため、いつもと違って、コースアウトの危機がないのは、これまでと比べて気が楽ですね。普通のレースと同じで、この先は、左側からレールに乗ります。その後1回乗り換えた後に、右側に、青いランプが見えるので、近くに来たら飛びましょう。帰りも飛ぶ必要があるのですが、カメラが変わって位置が把握できるようになってから、わずかな時間しかチャンスがないため注意。ここですね。カメラがソニックにズームしたぐらいで飛ぶとうまくいきやすいと思います。帰りは感覚がわかりにくいですが、赤いランプに来たら飛びましょう。あとはゴールするだけなのですが、時間がめちゃくちゃ少ないため、ここはスティックを下に入れずに速攻飛んで、下の道へ行きましょう。
次は、デジタルディメンション。こんなところありましたかって、実は本編だと出てません。音楽はバビロンガーディアンと同じですけどね。最初のジャンプ台は、前に入力して、上に行きましょう。下は、吸い込まれる足場になっているので、今回に限らず、基本的に行きません。今回は、ノルマが24ポイントでジャンプできる場所が3箇所しかないため、必ず、全部のジャンプ台で WS 以上にしましょう。下り坂は、トリックはできないので、普通に走ります。少し進むと扉に入り、ワープゾーンみたいな空間に行きますが、この時スティックを回すと、若干早く移動できて、エアーが増えます。ワープしたら、右側のグラインドレールで、屋根の上に、チャージして屋根からトリックジャンプです。着地先は、3分岐となっていますが、一応、ガラスは、パワータイプで通る想定なものの、ぶつかってもそんなに減速しないため、あんまり気にしなくていいです。トンネルは、左から、順に、スピード、パワー、フライ用の通路となっていますが、わざわざアウトコースに行く必要もないので、右沿いに進みます。坂から上がったら、先がジャンプ台、最後のチャンスです。ミッション2は、ジャンプの回収。早速正面に進むと、1個、そのまま進むと、石像を壊してショートカットですが、別に、アウトコースからでも大丈夫。抜けた先の中央に2個目があります。その先のジャンプ台は、上に行きます。中央に続けて2個配置されているので、位置をずらさないように進みます。よく見ると、網目のため見えますが、坂道の下、中央にジャンプがありますので、そのまま進みます。カーブの後、中央も忘れずに。ワープ後は、右、中央、右の中2ジャンプがあるので、取ったら、次のに備えて前もって移動しましょう。パワータイプなので、ガラスは壊した上で加速できます。銅像2つの間を抜けるとマップが変わりますが、カーブの中央に、ジャンク、その先のパワー用通路にも、中央にジャンクがあります。最後の1個は、ジャンプ台から飛んだ後のカーブの終わり、中央にあります。もらえるジャンクの量はグリーンケイブと同じですね。ここは簡単な方だと思うので、稼ぎにも使えます。やっぱり、ホラーが苦手なストーム、クロスワールドでホラー系はあるのでしょうか？ブーが出るコースは3カ所確認できますが。ミッション3は、タイムアタック、テイルスを使用しますが、コース上、あちこちに石像があるので注意。まあ、大きい分、遠くからもよくわかるので、その分回避しやすいかもしれません。最初は、アウトコースが無難です。その先のジャンプ台ですが、上が封鎖されているため、強制的にしたルートです。白色の部分は、手が伸びてきて捕まるとコースアウトになります。できる限り、外側に向かって移動するように走っていきます。もっと外側も行けますが、あまりアウトコースばかり走ると、タイムが足りなくなりますので注意。ワープゾーン直前に、石像がいくつかありますが、右側が抜け道になっています。標識があるので分かりやすいですが、左側に裏道があり、こちらに行くと、エアライドできます。これでスムーズに抜けましょう。ゾーンの後もエアライドするチャンス、右側にあるので、あらかじめ位置を合わせましょう。角度が悪いと飛び出しても、リングを乗り継げずに失敗するので注意。最後のカーブは、右側に柱が大量に置かれているため、アウトコースになります。残り時間10秒以上で金評価になるみたいです。足りない場合は、細かい位置調整をして、少しでも内側を走るようにしてみましょう。ミッション4はグラインドチャレンジ。そんなに難しい場所はないです。また、一部の場所では、乗り直しも可能と結構優しい出来になっています。最初のジャンプ台は、中央から飛んでレールに乗ります。途中、ランプを見て乗り換えましょう。本来、落下のリスクがある道を、こうやって自動で進めるのはありがたいですね。
ワープ後は、右に行きますが、登ったら、一度、わざと壁にぶつかるか、ブレーキをしましょう。屋根の真ん中にレールがあります。ここから、結構、短い間隔で飛ばされるので注意。途中エリアが切り替わり、間隔がつかみにくいので注意。落ちても、動画内でやっているように、その先下向きになっている部分からジャンプで乗って合流できたりします。試してないですが、最後のレールの前で落ちても、おそらく左から走って、赤いランプ付近でジャンプすれば乗れそうです。余談ですが、ミッションモードのグラインドのカウントは、それぞれのレールに乗った瞬間カウントされます。途中で落ちても大丈夫ですが、逆走してもう一度乗っても水増しはできないので注意。ミッション5は、またまた登場の7連破壊ですね。今回は、スタート直後最初のカーブの途中から、ジャンプ台までゾーが続いているため、あえてスタートを遅くし、速度を出さずに位置調整。最初のゾーに触れたら、ブーストを2回して、そのまま7コンボします。厳密には、3コンボ目までなら、ブーストなしでもいいのですが、4個目のゾーが離れているので、3個目にぶつかると同時ぐらいには出しましょう。最後のゾーも、5個目ぐらいからブーストで届きはしますが、少し遠くなので注意。時間余ったので、少し思ったことでも、先ほどホラーコースについての話をしましたが、ルーズハウスは、元祖にして、レーシングでももう登場してますが、他だと雰囲気的に明らかにって、感じは、こことパンプキンヒル、ハングキャッスル、ミスティックマンションぐらいですかね。どこかしら出ませんかね。それぞれ、パンプキンヒルにもアクアティックマインがあると考えると、コース同士のつながりも活かせそうですし、面白そうなんですがね。ただ、ヒーローズのアドベンチャー2も結構使われてるので、新規でわざわざ引っ張ってくる可能性は低そうですね。ついに厄介な敵は引き抜くことを考えたストーム。仮にできても、立場がもっと下になりそうですがいいんですか？いよいよ、ラストエリア、セガカーニバルに突入。いつもの通り、最初がトリックのミッションですね。早速スタート直後にトリックポイントです。このコースは、時間に余裕もあるし、寄り道すれば、多くのトリックが可能ですが、できればこういった大きいジャンプができる場所で、高いランクを出した方が楽です。せっかくなので、動きながらポイントも稼ぐため、ハーフパイプで飛んでグラインドしましょう。モンキーボールエリアは、稼ぎ場所。中央の足場は、大きなジャンプができますが、ボーリングのピンにぶつかると足場から落ちるので着地位置に注意。最初に落ちた場合や、稼ぎたい場合は、左右がパイプになっているので、往復するだけで、1回あたり2点ぐらい稼げます。少し難しいですが、調整次第では、このように反対側まで行かなくても連続で飛べます。これより、先は、大きなジャンプが1回だけです。36点必要ですので、28点ぐらいまでは稼いでから進みたいですね。ここが、最後のジャンプ、上ルートに行けるとスムーズですが、下でも、割と余裕はあります。下の場合は、横断歩道から、最速で左に曲がってダッシュパネルを踏めると坂道が楽です。次はジョンク集め、テイルスを使いますが、制限時間が厳しめなことを除くと、特に難しいポイントはないので、場所を覚えて動けるようになりましょう。次のジャンプ台までは、スタート直後真ん中の上空、右側壁沿い、そこから正面、再び右側壁沿いの4つです。ジャンプ台から飛んだ後は、ハーフパイプ途中のこれまでだと、グラインドになっていた場所がエアライドになっており、飛び続けると、二月に入ります。モンキーボールエリアは、最初の足場で、右に移動しチャージからジャンプします。エアライドを続けると、ここでも二月に入ります。
次のクレイジータクシーエリアは、中央にジョンクがあるため、ダッシュパネルに釣られず、正面に進んでください。ジャンプ台は、上ルートが封鎖されているため、強制的に下です。右の壁沿いにジョンクが浮いているので、ジャンプして取ります。最後はゴール前にありますが、位置としては、右側から壁沿いに登って少し進んだぐらいの位置です。右側壁沿いに移動すると回収しやすいと思います。ジャンプの配分は序盤と同じですね。ここで稼ぐ必要はなし。ミッション3はタイムアタックですが、ここもなぜか簡単です。まずは、スタートしたら、左に向かってグラインドします。途中乗り換えもあるので忘れずに。これだけで、序盤の障害物は全部無視できます。その先のジャンプ台は、前に入力して、上の道へ、そのまま、インコースで樽を抜けて大砲まで行きましょう。モンキーボールエリアは、正直どう走っても良いので、適当にエアーは補充しておきましょう。ゴールテープを切ると10リングもらえるので、上の道も悪くないです。クレイジータクシーエリアは、インコースであることと、安全な場所であることの2つの利点から、右壁沿いに移動するのをお勧めします。最後のジャンプは上ルートへ、樽が置いてあるのが、なぜか、外側のため、インコースで走るだけでタイムもかけずにゴールできます。ミッション4は、障害物の破壊。樽は大きめなので、そんなに難しくないです。まずは、中央から降りて、その先若干右寄りとかにはなりますが、ほぼ中央なので、あまり外側に行かないように辿っていきます。船は、強制したルート、ハーフパイプには乗らず、右に向かうと、パワー用の看板がありますが、その扉の直前にも樽があるので、忘れずに壊しましょう。モンキーボールエリアは、最後のゴール前に置いてあるため、上ルートの維持が必須です。幸い、パワータイプなので、今回は、ピンにぶつかっても押し出されません。タイムを節約する場合は、トリックジャンプをせずに、ブーストで足場を渡りましょう。クレイジータクシーエリアは、3つあります。中央に、2つ、その後右側に1つなので、2つ壊したら右に移動しましょう。最後の道は、左側で、中央の後右、また中央となるので、2つ目は少し動きましょう。ゴール前も、先ほどのジャンプと似た場所にあります。これを通り過ぎないように注意。今回は、時間があったので逆走して壊します。ストーム編最後のミッションはエアライドチャレンジですね。制限時間も厳しくないし、感覚が分かりにくい場所もないので、そんなに難しくないと思います。攻略も何も、序盤では、位置を合わせて移動するだけですね。クレイジータクシーエリアからは、自力で走りますが、これまでのミッションを見れば、どのような道を通るかわかるでしょう。では、締めの挨拶でも、ご視聴ありがとうございました。これにてストーム編は完結です。後半は、本編で出てないコースが1個出たりとか、苦手なものが分かったりでちょっと楽しめたと思います。次回からは、エキスパートコースのウェーブ編をやります。ウェーブも、ソニックたちに対して、どんな反応をしてくれるか楽しみですね。この調子で続けて体調を崩したりとかがなければ、なんとか9月上旬ぐらいまでには、次回作も含め完結してそうです。なので、クロスワールドまでには予習できるように、チームソニックレーシングの撮影も急ぎたいと思います。引き続き応援よろしくお願いしますということで、動画が役に立ったり楽しめた人は、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。
パワーの切れましたが、最初に話したように、時間は余裕あるので大丈夫です。ここまで来てとありますが、今までも先越せたことありましたか？一周では、ジャンプはこれぐらいですね。マニュアルは判明したものの、解禁まで足りません。